ワールドウォー2ギアックにようこそ。このチャンネルでは第二次世界大戦をテーマに兵器や戦術、兵士や戦場の姿についてリスナーの皆様に正確で分かりやすくご紹介していきます。今回はですね、第二次世界大戦中にアメリカで最も多く生産された銃 M1 カービン、これを取り上げます。はい。なぜこの銃が必要とされて、どのように開発され、そしてなぜこれほど多く生産されることになったのか、その背景とちょっと驚くような開発秘話にも迫っていきたいなと。面白いテーマですね。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、第二次世界大戦のアメリカ軍っていうと、M1 ガーランド、これがすごく有名ですよね。そうですね、主力小銃として。でも実はそれ以上に生産された銃がある。それが今回の M1 カービンなんです。これは歩兵の主力小銃とはまた違う特定のニーズに応えるために開発されたものなんですね。その特定のニーズですか。 M1 ガーランドじゃダメだったんでしょうか。ダメというよりは役割が違うんですね。M1 ガーランドは強力なんですけど、やっぱり重くてちょっとかさばる。なので前線の歩兵には良くても、例えば将校とか砲兵、あと搭乗員、それから後方部隊の人たち、主に戦闘が任務じゃない人たちですね。そうです。で、彼らには主に自衛用の拳銃が支給されていたんです。なるほど。でもその拳銃じゃちょっと心もとない場面が増えてきたという感じですか。まさにその通りなんです。特にドイツ軍の電撃戦、ああいう機動的な戦いになると前線と後方の区別がつきにくくなる。後方部隊も敵と遭遇する可能性が高まったんですね。そうなると拳銃ではやっぱり射程も威力もちょっと足りない。でもっと扱いやすい、それでいて拳銃よりは強力、これが求められた。これが新型軽小銃ですね。この開発の出発点なんです。なるほど。具体的にはどんな性能が目標だったんですか。1940年の10月に開発が始まって、目標はまず重量、これが約 2.3kg 未満。軽いですね。かなり軽量です。で、有効射程は約270メートル。そして使う弾薬も新しく開発されたんです。30カービン弾という。専用の弾薬が。そうなんです。これは拳銃弾よりは強力で命中精度も高い。小銃弾と拳銃弾の中間的なものですね。なるほど。で、いろんな会社に開発が進められたと。はい。1941年の9月には、6種類の試作銃が集められて実用試験が行われました。どんな点が評価されたんですか。そうですね、精度、信頼性、耐久性はもちろんですけど、やっぱり重量、あと操作性、連射速度、それから整備のしやすさとか、かなり多岐にわたって評価されましたね。そしてここでウィンチェスター社が設計したモデルが選ばれた。決め手は何だったんでしょう。いくつかありますが、特に試作銃の中では一番軽かったこと。やっぱり軽さ。それと部品の数が少なくて構造がシンプル、つまり安く大量に作れるだろうと。生産性ですね。戦時下では重要ですよね。そうなんです。信頼性も高かった。このあたりが評価された点ですね。ここで面白いのが、ウィンチェスター社って最初はこのカービン開発には参加してなかったって話があるんですよね。そうなんですよ。これちょっと驚きなんですけど、もともとウィンチェスター社は別の自動小銃を開発してたんです。はい。でも軍の方が他のメーカーから出てきた試作カービンに一満足できなかった。そこで急遽ウィンチェスター社にもちょっとカービン作ってみないかと。無茶ぶりな感じもしますけど。で、驚くべきことにわずか2週間半です。たった2週間でプロトタイプを完成させて試験に間に合わせたっていう。2週間、それはすごい。まさに戦時下の開発スピードですね。そしてこのウィンチェスター設計のものが US カービンキャリバー 30M1 として正式化されたのが真珠湾攻撃のほんの直前です。タイミング的にもうギリギリというか。そうですね。で、アメリカが大戦に参戦すると同時に本格的な生産が始まって、戦いながら改良も進められました。派生型もいろいろありますよね。例えば落下傘部隊向けにストックを折りたためるようにした M1A1、 それからフルオート射撃、連射ができるようにした M2、 あとは赤外線暗視装置、初期のものですけど、これを取り付けられるようにした T3、これは後に M3 として正式化されます。いろんなバリエーションが生まれたんですね。
最終的な生産数はどのくらいになったんですか？これがですね、派生型も全部含めて終戦までになんと611万丁以上。611万。これ M1 ガーランドの約 1.5 倍にもなる数でガーランドより多いんですか？多いんです。第二次世界大戦のアメリカ軍の火器としては最多生産記録なんですね。それはちょっと意外でした。ということはそれだけの多くの兵士が使っていた、必要としていたってことですね。まさにこの数字がこの銃の重要性を物語っていると思います。なるほどな。M1 カービンはその前線の主力小銃と後方の拳銃とのそのギャップを埋める、本当に時代の要請に応えた銃だったんですね。そう言えると思います。そしてウィンチェスター社の技術力とそのわずか2週間という開発スピード、これも驚きです。 M1 カービンは戦後も実は多くの国で使われ続けたんです。あ、そうなんですね。これほど大量に生産されて広く使われたその後の銃器開発の考え方とか、あるいは戦術にどんな影響を与えたのか。今回の内容を楽しんでいただけましたでしょうか？もしよろしければぜひチャンネル登録をお願いします。